皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国チェジュ航空の旅客機事故、乗員乗客181名のうち179名が死亡したこの大事故。被害がこれほど大きくなった理由というのが、どうも人災の面が大きいのではないかという指摘が強まっています。今回は、被害が大きくなってしまったその理由として、着陸誘導装置をやたらと強く作ってしまったという問題について解説していこうと思います。まず最初に今回のチェジュ航空の旅客機事故なのですが、様々な要因が絡んでいるため、ある特定の一つの要因だけを取り上げて、これが全ての元凶だと言及することはできません。現在のところ判明している限りにおいては、バードストライクが発生したことにより、エンジンの出力が低下もしくはなくなってしまったといったことが発生しています。これがまず最初に起こった不時着をしなければならなくなった最初の理由だと言われています。ただし、これだけが原因ではないだろうとも言われています。エンジン出力が失われたことによって電気で操る様々な機体制御が失われてしまったと考えられています。ただし、そうなった場合に備えて手動で操作できる部分もあり、完全な飛行不能になったわけではありません。実際チェジュ航空は一度着陸を試みた後に反転する形で不時着を試みています。ただしこの時問題となっているもう一つの被害増大となってしまった理由というのが着陸装置を下ろせなかったということです。電気系統が生きていれば簡単に下ろせたはずのものが降りていなかった。ここが最初の被害が増大した一因です。これには不可解な点もあります。例えばバードストライクが起こったとしても手動操作で本来であれば問題なく下ろせたはずだという点です。しかし現実には着陸装置は降りることもなく胴体着陸をしました。この時速度を緩める手段として羽を立てて空気抵抗を増やす。もう一つは逆噴射をして減速をするという手法があります。バードストライクの影響によって逆噴射ができなかっただろうと言われているので、なかなか速度が落ちなかったというのは、これは操縦士にはどうしようもできなかった部分があるでしょう。機体は非常に速い速度で滑走路上を走行していきました。そしてここが最大の被害拡大のポイントである滑走路の先に待っていた着陸装置ローカライザーと衝突し、機体は大爆発しました。もしもこの着陸装置ローカライザーが壁となって立ちはだからなければ、機体はそのままオーバーランしつつも大爆発せずにこれほどの被害にはならなかっただろうと言われています。このポイントについてちょっと図を使いながら説明しましょう。まずは着陸の誘導装置ローカライザーがある場所は滑走路から251メートル先にありました。そこからさらに900メートル先へと進むと海があります。さすがにそこまで胴体着陸のまま進んでいくということは考えられないわけですが、少なくとも空港の外側にはある程度開けた場所があり、壁のような構造物を設けて飛行機を止めるようなことをする理由はありません。しかし、韓国ムアン空港では着陸誘導装置ローカライザーはやたらと強化されていました。着陸誘導装置ローカライザーはそれを固定するためのコンクリートの構造体の上に設置されていました。この固定用のコンクリートはさらに多くのコンクリートの柱によって支えられており、それをさらに周りに土を盛って設置されていました。何もそこまで強化しなくても良いのにと思う理由というのが日本との比較です。2015年広島空港においてアシアナ航空機が不時着し、ローカライザーと衝突するといったことがありました。ただし、この時は今回の事故であったようなやたらめったら頑丈な状態にはなっておらず、機体はローカライザーと衝突したものの破壊しながらそのまま通過することができました。この事故における乗員乗客81人のうち軽傷27人、死亡0というような状態で、事故は事故としてあるのですが、その被害の程度についてはかなりの差が出ています。では一体どこのポイントが被害を拡大させた人災だと批判されているか。それは本来であればこのように強化すべきではないというものを強化してしまったという点です。この点について朝鮮日報がこのような記事を出しています。滑走路先のコンクリート構造物は業者の設計ミス。韓国空港公社がそのまま認可。ムアン国際空港で昨年初めまで続いた
コンクリート構造物強化工事は、設計業者が誤って設計したものを韓国空港公社がそのまま受け入れていたことが確認された。ムアン空港を運営する韓国空港公社は、2020年にローカライザー、着陸誘導装置改良事業に着手した際、壊れやすくする方法で行うよう指針を下しながらも、コンクリート構造物をさらに強化する設計を受け入れたということだ。こうして強化された構造物が今回の事故に決定的な影響を及ぼした。韓国空港公社は2020年からローカライザー改良工事に着手し、昨年初めまで工事を行った。2007年の空港開港後に設置されたローカライザーが古くなったため、改良工事を実施したものだ。問題は、この過程で既存のコンクリート構造物にコンクリートの天板まで加わり、コンクリート構造物がさらに硬くなったということだ。昨年初めまでの工事によって長さ40メートル、幅4.4メートル、高さ0.3メートルという巨大なコンクリートの天板が構造物に新たに追加された。このコンクリートの天板を作れと指示したのが誰なのかをめぐり、空港公社、設計士、施工会社などは異なる見解を示している。設計士は、設計したのはローカライザーだけだ。コンクリートの天板は設計していないと、韓国空港公社は壊れやすく設計するよう指針を下したと言っている。しかし、2020年に作られた設計業者の図面にはコンクリートの天板があるとのことだ。この工事管理をした業者は設計図面にコンクリートの天板があった。施工会社はこれに従って工事を行い、コンクリートの天板を加えたものだと話した。韓国航空公社側も設計図面にコンクリートの天板があったことを認めた。また、合わせてこの業界全体に対する問題点も批判のポイントとして挙げられています。薄利多売で急成長の韓国格安航空 LCC、整備指数は大手の約3分の1。2023年に韓国の航空会社で国際線を利用した約4720万人のうち、格安航空会社 LCC の利用客は約2419万人で、大韓航空、アシアナ航空といった大手の利用客を初めて上回った。格安航空の利用客は急速に増えているが、大前提となる安全面の投資では真逆の数字が浮かぶ。大韓航空とアシアナ航空に所属する整備士が全体の 72.6% を占めることが分かった。これに対し、利用客が多いはずの格安航空10社は整備士が全体の 27.4% にとどまった。航空専門家からは、格安航空の安全水準を再チェックすべきだという指摘が出ている。着陸誘導装置ローカライザーの設置する場所に関しては、近年では見直しが進んでおり、もっと滑走路から遠い場所に設置しなさいというようなことが推奨されるようになっています。ムアン空港の場合だと、つい最近に改修工事に着工したこともあり、本来であれば新しい基準に基づいて、より遠い場所に設置し直すべきでした。しかし、もう作ってあるんだからということで、同じ場所での改修工事が行われてしまいました。さらにその改修工事においても、より壊れやすいように衝突した際の被害が出にくいようにというような改良すべきだったものを、より頑丈な施工を行ってしまい、今回の事故においては、まさに機体が大爆発する大きな原因となってしまったわけです。だからこそ今回の事故は人災の面が大きいと批判が出始めているのです。しかも、この改修工事の時のミスといったものが重なったことも問題視されています。空港側の運営会社は、このローカライザーについて壊れやすい構造へと改修するようにと指示をしたと言っていますが、その指示を受けた設計業者は、ローカライザーそのものが壊れやすかったとしても、それを支える台座については、コンクリートをより強化して施工してしまったというわけなので、ここにかなりのすれ違いが発生しています。さらに、そうしたコンクリート構造物をさらに強化しますよという設計案を問題視もせずそれを認めてしまったといったことも、これもまたミスでしょう。今回の場合だと施工会社は単純に受け取った図面を元にして工事しているので、工事会社には何の責任もありません。ですから、今回の事故は基準が変わって、本来であればもっと遠くに作らなければならなかったものを、すでに作ったんだからここでいいやという具合にして同じ場所で使い続けてしまったということがまず
悪いポイント1。その2のポイントは、本来であればもっと機体と衝突しても機体に悪影響を与えない程度の存在にすべきだったものを、コンクリート構造物を強化してしまったこと。しかもその強化してしまったことに関しては、ミスにミスを重ねてしまったことといったことがあり、これがまさに被害増大といったものを招いた人災の塊であったといったことの問題でしょう。ただし、被害が増大したポイントは今まで述べた通りなのですが、そもそも胴体着陸をする羽目になった最初の航空機の異常に関しては、整備不良の問題が隠れているのではないかと言われています。格安航空会社 LCC は多くのお客さんを頻繁に運ぶことによって、なるべく値段は安くても数を稼ぐことによって、なんとか全体の収益を上げようという構造になっています。その時に整備士の数について足りないといったこともありますし、そもそも整備に回すそれまでの間の稼働回数が多すぎるのではないかといったことなども批判のポイントとなっています。もしもバードストライクが発生したとしても、安全に着陸できる程度のことが担保されていなかったのではないか。何らか連鎖的にさらなる故障を招いた理由というものが、整備不良に何らか原因があったのではないかといった点について、現在のところは判明していなくても、何らか関わりがあるのではないかと今のところ考えられています。そうでなければ、バードストライクであるにもかかわらず、なぜ着陸装置を手動で下ろすことができなかったのか、その点についての今のところ合理的な説明ができていないのです。もしかしたら手動操作でも下ろせないような何らかの設備不良や故障といったものがバードストライクとはまた別の理由で存在しているかもしれないのです。格安航空会社は韓国だけではなく日本でもそうですし、世界中でも様々なところで業績を伸ばして多くのお客さんを運んでいます。しかし安全性に関しては妥協してほしくはないものです。空の旅を選ぶその時にも値段が安いにはそれなりの理由があるといったことをある程度考えておく必要があるでしょう。一般的に旅客機による事故は人間が運転する自動車よりもはるかに低いと言われています。どこを選んでも安全性については担保されるような厳しい安全基準といったものは大手であろうと格安航空会社であろうと最低限保証されていることが大事だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。韓国 LCC チェジュ航空の旅客機事故、今のところ機体の問題についてはブラックボックスの解析などを十分に待たなければ確定はしません。しかし空港のローカライザー着陸誘導装置の設置に関しては明らかに被害を拡大させる人為的なミスといったものが重なったことが指摘されています。他の国で起きた大事故に関してはそこから学んで日本で同様のことが起きないようにするといったことが非常に重要でしょう。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わった後は感想コメントをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。